ゲームマーケット。ボードゲームやカードゲームなどの電源を使わないゲームの祭典。ここでは何百人ものボードゲームデザイナーがそれぞれゲームを作り販売しています。ボードゲームデザイナーとは、そして彼らを取り巻く世界とは一体どのようなものなのでしょうか。現在のゲームマーケットでは、多くのデザイナーが個人でゲームを制作し出展しています。こうしたイベントは世界的にも珍しいと、台湾モアイデアスゲームデザインのアホン氏は語ります。台湾のボードゲームイベントは基本的には商業ベースがメインなので、日本にはいわゆる同時文化という文化がありまして、なので個人出版、個人でもボードゲームを作って販売するが日本のボードゲームイベントとしては台湾と一番違うことだと思っています。それは多分日本に特有の現象文化だと思っているので、海外、ヨーロッパかアメリカにもそういう個人でもブースを出して販売するイベントはなかなかないです。なので、日本は特にゲームマーケットのようなイベントで個人にもボードゲームを作ってデザインして、で、会場に持ち込んで販売する。で、それがちゃんと作品が見られるイベントがあるの方が、より多くにデザイナーを育つとしては環境はいいと思います。そんなゲームマーケットですが、もともとはボードゲーマーたちが中古ゲームを売り買いする場として始まりました。当時のいきさつをゲームマーケット創始者の草場淳氏にお聞きしました。1999年頃ですけども、きっかけはニフティサブって当時のパソコン通信の中で、漫画で言うとコミックマーケットがありますが、そういうののゲーム版があるといいんじゃないかという話が出たところから、私が振ったようなものなんですけども、そういうのが出たらいいねっていうふうに話が出たのが最初のきっかけですね。ゲーム市場っていうのが今から考えるとちょっと想像つかないぐらい小さくてですね、まだまだ日本には市場と呼ばれるようなものがなかったんですね。その中でも少しずつファンが増えてきて、それぞれがある程度のゲームのストックを持てるようになってきた。そうなると、その交換会を開いたらいいんじゃないかっていう機運になったんですね。ゲームって一人でできないので、集まってやるわけですから、お互いの持ってるゲームを交換したりしたら、非常に広がるんじゃないか、みたいな話で、ゲームのマーケットを作ろうってことで、話が始まりました。最初は中古ボードゲームのフリーマーケットとして始まったゲームマーケットですが、ほどなくそこに自作ゲームを出品する人たちが現れるようになりました。ラブレターなどで知られる金井誠二氏もその一人です。もともと一番最初に多分ゲームを作り始めたのは、おそらく小学校ぐらいの頃に、一人っ子だったんで、その一人っ子として過ごしている時間をうまく楽しく遊ぶためにと思って、いろいろ手書きでスゴロクみたいなものを作ったりとか、そういった感じですかね。で、中学校ぐらいの頃に TRPG と出会って、で、最初は TRPG を作ろうとしてたんですけど、ルールを組むところまでは良かったんですけど、そのゴブリンとかロングソードとかのデータを作ってるところの分量の多さでちょっと挫折してしまって、で、次に、これも当時ぐらいからもう流行っていたトレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングとかをにハマっていたので、そういったトレーディングカードゲームもちょっと作ろうとして、でもやっぱりちょっと個人では手が回らなかった。で、最終的に、ある程度コンパクトというか、一つ完結している物品であるボードゲームの方なら、これなら一人の力でも作れるかなと思ってたどり着いたっていう感じですかね。で、それ以降はもうボードゲームばっかり作ってきたっていう感じです。僕は多分ゲームマーケット第1回からは、情報がちゃんと取れていなくて参加してなかったと思うんですけど、
当時はまだまだやっぱり牧歌的なイベントだったと言いますか、数百人規模ぐらいのイベントで、会場は混雑しているというほどではなかったというか、やっぱりまばらな感じで、やっぱりまだあんまり知られてないホビーっていう感じはあったと思いますね。それこそ初期のゲームマーケットって基本的には手作りというか、当時といえばやっぱりそれこそ100均とかホームセンターみたいなところで買ってきたプラスチックのケースとか、自宅のプリンターで印刷したものとか、そういったものがやっぱりすごく多かったように思いますね。市販のポーカーチップみたいなのを分割してコマとして入れたりとかっていうのはもうすごく普通で、逆に作り手側の方で情報共有をして、こういったものが安くていいよみたいなのをみんなで話し合ってやるような時期だと思いますね。佐藤ファミリア、佐藤俊樹氏も、初期からゲームマーケットに参加しているデザイナーの一人です。活動開始したのは2003年でして、その頃、テーブルゲームフェスティバルっていうのが、秋にあったんですね。で、ゲームマーケットはもちろんその時やってたんですが、ゲームマーケットは春にあって、販売をする。で、秋はテーブルゲームフェスティバルっていうのがあって、それは CU を中心にやるっていう、そういうイベントがあったんですけども、そこに、CU をするイベントに、初めて出たっていうのが、一番最初のゲームだったと思います。その時はボードゲームのおもちゃ箱っていう、ですね、その当時よく遊んでた仲間たちと、ゲームデザイナー仲間が4、5人集まって、そのおもちゃ箱っていう、サークルを作って、みんなでテストプレイしたりだとか、企業ブースっていうのを取って、で、そこでゲームマーケットに出展するとか、そういうことをやって、その中の一人としてやってました。それが2011年に佐藤ファミリアというふうになりました。おもちゃ箱っていうメンバーが集まったのも、インターネットが普及してきて、ゲームを遊ぶ仲間っていうのがすごく集めやすくなったんですね。それより前ってどうなってたかっていうと、例えば、家サブさんのところの掲示板のところにイベントがありますよって告知を貼ったりだとか、あとはゲーム雑誌、ゲームグラフィックスだとか、いろんなゲーム雑誌があったんですけど、そのところの告知欄のところに、いついつ、どこどこの会場でゲーム会やりますっていうのを見つけていくとかっていう、そういうすごい狭いゲームの遊ぶスペースしかなかったんですけども、それがインターネットができたおかげで、誰もが好きなオープン会っていうのを開いて、そこに参加することができるようになったというところで、すごいインターネットが普及したことによって、すごいゲームを好きな人同士が集まりやすくなったというか、交流しやすくなったっていうところもあって、ゲーム作る人たちも集まって、ゲームを作るようになったっていう、そんな感じかなというふうに思ってますね。その頃、2000年ぐらいって言いますね。ちょうどゲームマーケットが立ち上がってきた頃なんですけれども、パソコンの普及の一つに、プリンターの普及っていうのがすごいあって、そのプリンターの普及っていうのがすごいこの同時にゲームを作る上ですごく重要というか、結構日本における得意点かなというふうに思ってて、それまで日本の普通の人って年賀状を書いてたんですけども、で年賀状をするときとか、結構プリントごっこっていうのを使ってやってたんですけども、それが確かね、2000年くらいになってくると、もう家庭用のプリンターがすごい発達してきて、それを使って写真を入れた年賀状を作るとか、そういう人が増えてきたんですね。で、そういった背景もあって、すごい日本だとエプソンとキャノンがしのぎを削って、プリンター性能を上げていって、そのおかげでですね、僕らもテストプレイ用のゲームを作る。その頃はテストプレイ用のゲームを作って、それをそのまま印刷して、ジップロックに入れて売るとかということが多かったんですけども、そういったことがすごいしやすかったんで、ゲームマーケットに、そういった同人のゲームが売られるっていう、そういった基礎になったところは、結構このプリンターの発達っていうのが大きいのかなというふうには、個人的には思いますね。手紙を何十枚、多い人が年賀状だと100枚ぐらい、100枚以上書いたりするじゃないですか。はい、そういうことをする文化っていう、海外の方にはなくて、クリスマスカードって普通に親しい人に数名書く程度のものなんで、そういったプリンターの使い方ってしてなかったと思うんですけども、そういったプリンターっていうのがすごく発達したんで、結構日本ではそういった、なんていうかな、自分で作っちゃうっていう、そういった文化っていうのが、生まれたのかなというふうには思いますね。